先頭は木村正之助。続いて藤亮が愛知県出身藤島部屋。欧勝海石川県出身鳴門部屋。御嶽海長野県出身出羽海部屋。玉鷲モンゴル出身高海部屋。力士でもあります。2人とも高校相撲出身ですね。はい、そうですね。どうですか、レスリングルーツは親方どうですか、やりづらかったですか、やりやすかったですか。独特だと思やりにくいですね。やりにくいですか。はい、はい、もう非常にやりにくいですね。はい。さあ待ったなし、今日最初の取り組みです。喧嘩打ちで。はい。ローガも腰を下ろしました。一度静寂に包み込まれた国技館、頭から下から当たっていたのは出羽ノ龍。前回し入ったかローガ、体を起こしに行く出羽ノ龍です。寄っていきます。右は入れさせたくないというローガです。右の回し届くか出羽ノ龍。かなり頭が低い位置になりました。左足が俵にかかっている状況、出羽ノ龍です。体を起こしに行く。非常に長い取り組みになりました。今日最初の取り組みです。ここから親方どう展開するかですが、まあ組手はローガの組手なんで、やっぱこの左の使い方が上手を取ってですね。形勢逆転か。さあどちらに軍配が上がるか。ここまで上手取られるとちょっとローガ厳しいかもしれないですね。出羽ノ龍が寄り切りました。十両の出羽ノ龍が勝っています。ローが敗れています。これで5勝5敗。形勢逆転になりましたかね。そうですね。四つ身としては右四つのローガの四つ身だったんですけど、やっぱり先にこの上手を取った出羽ノ龍、押し込まれても左の上手を引いてたんで、少しこう余裕があったのかもしれないですね。かなりいい位置に左が入ってます、ね。取らせないように出羽ノ龍が、あとこれだけ左の前みつを取って頭つけると、いくら自分四つに組んだと言ってもローガはちょっと攻めではなかったですね。はい、昨日みたいに差しで回しにこだわらずどんどん前に出る翔猿を破った一番だったり、またこう上手取って投げたりですね、土曜の俵をうまく使ったり、いろんなこう動きができるんで、それが魅力なのかなと。根は右四つなんですかね。そうですね。兄の琴勝峰は弟が35歳で幕内40場所ですか。全然イメージないな。ああ、そうですか。もっといる感じが、存在感があるということですね。自分も何度か対戦ありますけどね。サイズ感は立派ですよね。こちらは初顔合わせになります。さあ琴恵光も先頭体制。竜電の出足、左を差しに行こうとするが前に琴恵光寄りました。充実の内容、琴恵光勝って2敗を守っています。8勝2敗で終盤戦へと入っていきます。いや、まだまだ沸かせてくれそうですね。そうですね。なんか琴恵光が強いのか竜電が弱いのかちょっとよく分からないですよね。なのに頭からこう当たっていけて前みつ引くのがうまくて前さばきうまいって思ってたんで、こんなあっけなく終わるんだみたいな。それだけ琴恵光が力をつけてきた、プラスこのやっぱ7勝2敗ということで、自信があるのかもしれないですね。前回し取られそうになりましたけど、うまくねさばきましたよね。勝ち越しを見事に決めたという22歳の琴恵光です。12勝で優勝を飾っています。獅司は幕内8場所目を迎えました。先場所は6勝9敗、2場所続けて最後の3日間3連敗ということで、この中盤から終盤にかけてが非常に大きなポイントとなっている獅司です。こちらも初顔合わせです。若の勝獅司。
193センチあるのが獅子、若野翔は170センチ台です。さあ若野翔が獅子にどう挑むか。立ち合い、おっと右に動いた、冷静にかわした。若野翔の対応力、非常に落ち着いていました。若野翔、お見事。非常に落ち着いてましたね、2日連続注文ゾーンはやっぱりちょっと、獅子が右に動きましたがついていきました。若野翔勝ってこれで6勝目を挙げています。精神的な落ち着きぶりというのも感じましたかね。そうですね、あんまり頭下げて当たっていかなかったっていうのもあると思うんですけどね、はい、やっぱ当たった後にすぐ手を出して突っ張ろうとしてるっていうのがやっぱ7勝8敗で残念ながら勝ち越すことができませんでした。今日勝てば初めて幕内で勝ち越しということになります。先場所負け越したのがちょっと不思議なぐらい内容良かったんですよね。はい、まあ本当に紙一重ですかね、いや確かにですね、藤亮が可愛いというねコメント来てますね。はい。喋ると可愛いんですよ。可愛いイケメン藤亮が来てますね。声もとても可愛いですよ。さあ始まりました。時早く藤亮が前に出る。藤亮がの足腰の強さ、安定感がありました。時早手を寄せつけず勝って初めて勝ち越しを決めました。勝ち越し。立派ですね。そうですね。立派です。23歳。いや勝ち越しも立派なんですけどね、このやっぱ動きというかいいですか。はい。素晴らしいというよりもやっぱり絶対に勝つ相撲を取ってますよね。プロセスが素晴らしいですか。素晴らしいです、もう絶対にこれは時合で何もできないです。右の押っつけ絞り上げ、何の隙もない、もう完璧な相撲ですね。ということは4年前の3月場所でした。昨日は藤亮が押し出しで敗れているという御嶽海です。金峰山は幕内18場所目迎えるということになります。まあね、三役いける力士ですもんね。もちろんですよ。怖いですよ。長い腕。現役かぶってなくてよかったと思いましたよ。195センチ。はい。いやもうパワーが半端ないんで。先場所は9勝6敗でした。さあ金峰山御嶽海戦。左に動いたが御嶽海のペースでした。左にふわっと動いてから御嶽海が攻めていきました。ちょっと金峰山がついていけなかった状況でしょうか。そうですね。御嶽海に変化するんですね。はい。股関節が悪いのかもしれないですね。なるほど。ただ分かりませんね。左からちょっと動いてみようかなみたいな。あんまり見たことないですね。はい。これだけ左に飛びました。はい。多分あんまりやったことないんですよ。あんまりうまくなかったんで。でもその後の攻めが良かったですね。はい。ただこの後ついていけなかったんで、下から入れて、ちょっと引きましたね。頭はたこうとしましたけれども間に合わず御嶽海が勝っています。はい。阿炎はこういうところがいいなっていうところをちょっと攻略できて、はい。あんまり苦手ではなかったですね。こういうところというのは具体的にそれはちょっと言えないですか。はい。少しだけでも言えないですか。少し阿炎は得意な突き手があるんですよ。突っ張りの得意な突く形があるんですね。やめましょう。はい。阿炎のからしたら営業の妨害になるかもしれない。ここまでぐらいで、あとは感じていただければということですね。あとはみんなそれぞれで探って研究して発見してください。さあお互いの手の内をよく知る2人。17回目の対戦になります。翔猿は2敗を守れるか。さあ中に入れさせたくないという突き放していく翔猿。1回転しました。その後うまく対応して最後は阿炎を打ち破っています。翔猿2敗を見事に守って勝ち越しを決めました。勝ち越し。いや一瞬ヒヤッとするシーンがありましたけれども、背を向ける瞬間がありましたがうまく対応しました。阿炎がチャンスと見えたんですけどもね、いかがでした？そうですね。もう立ち合いがなんかちょっとふわっと立ったような阿炎が、もろ手突きの威力もそんななく、刺すというよりもなんか右からあてがって、見てくださいね。昔はゆっくり上げて上で止めてたんですけど、もう
ちょっと結構あっさり終わるんですよ。ちょっとマイナー。西の前頭15枚目が欧勝海です。去年の九州場所なんか後半6連勝ぐらいしましたよね、確か。波がつらず持ってるんですけどね、連勝連敗が多い力士を。先場所が5勝10敗、先々場所が10勝2桁10番勝ちました。10勝5敗でした。欧勝海は幕内4場所目を迎えています。この対戦は1勝1敗で3度目の対決。錦富士欧勝海戦です。立ち合い下から強く当たった。左の下手入ったのは錦富士。形ができました。右の回しも取った。投げを打つに行く。しかし体が浮いた錦富士。今度は欧勝海が寄っていきました。形勢逆転、欧勝海が勝っています。2勝目を挙げました。両回し取られましたがうまくかわしましたね。そうですね、左の、下手からのこの右の腰の振った後の巻き替えですよね。右の腰、錦富士の形になった左の欧勝海は右四つなんですけどね、左の回し取ったら力出すんですよね、ここから右から向こう正面側で右から巻き替えに行くんですよね。この後こうやって右から、こう投げに来た時も、右の回し取って耐えました。右の前みつを引いて投げをこらえながら、錦富士4敗で今日昨日美ノ海戦突き出しで敗れて宇良戦を迎えます。この対戦は2対3で欧勝馬が1つ負け先行、宇良が1つ勝ち先行。190センチの欧勝馬に対して宇良がどう攻め込んでいくかです。押しいなし得意という欧勝馬、7勝目を目指して宇良です。宇良対欧勝馬戦、突き放そうとする欧勝馬、中に入りたい宇良、頭を下げよう。さあ回し取った。宇良が懐に入って足をかける。寄り切りました。190センチの欧勝馬に挑んだ宇良。タッチペンいきましょうか。タッチペンお願いします。すみません、突然で。大歓声が沸き起こった国技館。タッチペンいきましょう。いい相撲だったな。まずは立ち合いから。これ立ち合いは欧勝馬が頭からいって突き放して、この裏の嫌がる相撲を取るんですよね。中に入れない、このもろ手突きも嫌がらせて、自分も目線を低くして突くんですけど、この後ですね、このいなしで泳がした後に、裏の左手見ておいてくださいね。この後の右、ちょっと戻してもらっていいですか。左手ではなくて、ふくらはぎを肉離れしたんでしょうか。苦しいな。あまりねサポーターはしないタイプという玉鷲ですよね。印象。うちの部屋に酸素ボックスに入りに来ればいいんですよ。回復力が上がるやつですか。って言われてますね。中村部屋置いてあるんですか。入りますか、力士の皆さん。力士3人入れますから。そんな白龍とは初顔合わせ。なんとか初日出したい10日目になりました。さあ玉鷲、頭をつけながら前に出る。力強く前に出た。ようやく初日が出ました。41歳玉鷲、まだ気持ちは切れていません。さすがです。今の足の出方なんかは力強さありましたか。立ち合いの出足、頭をぶつけながら前に出ていく。朝栗もなすすべなしという状況でしたね。そうですね、いい相撲でした。連続出場1780を超えました。
あとは怪我との向き合いもありますよね。怪我さえなければというそうですね。力士の一人かもしれませんけれどもね。中村親方グッと来てたんじゃないですかという玉鷲の姿を見て質問も来ておりますけどね、心に来るものありますよね。グッと来てました、幕内に戻ってきて千代翔馬2場所目です。さあ静寂の中、おっとタイミングが合いませんでした。先に白の富士千代翔馬戦です。おっと今度は同い白の富士が前に出ました。いやこれは千代翔馬も立つ気なかったですね。ああそうですか。立つ気をですよね。立ち合いは呼吸合わせて難しいですよね。さあ今度は合うか。始まった。右の上手は千代翔馬寄る。投げを打つ下手投げ返した千代翔馬です。左下手は白の富士、投げを切りました。下手投げ白の富士が勝っています。千代翔馬先に自らの形ができたかと思いましたが白の富士が上回りました。先に自分の形になったんですけどね、やっぱ白の富士左から振った後に右を真っ赤にいったのかもしれないですね。右の上手入った千代翔馬、左差してこの後の右手がやっぱもろ差しいってんですね。この後右の足取れてますか。向こうサイドが、向こうサイドで右をなるほど、うまい。右の前回し取れてましたね。取ったらなかなかしぶといんですよね、かなり早い段階で上手取られましたけども、そうですね、立ち上がり取ってましたね。元出身です。先場所は10番取りました。10勝。一方朝乃山先場所は8勝で勝ち越しを決めました。左膝の怪我からの復帰。先々場所は9勝、ここまでは6勝3敗。朝乃山も30代32歳。昨日は千代翔馬戦でしたが寄せつけませんでした。一気の出足で押し出して勝っています。この対戦は2度目の対戦です。前回は藤青雲が勝利しています。さあ後半戦最初の取り組み、藤青雲朝乃山戦、出りを取りに行こうとしたが藤青雲そのまま朝乃山が土俵の外追いやりました。勝って7勝目です。朝乃山の調子状態は悪くないですかね。もう変わらずずっと好調を維持してますね。やっぱり右の四つの形だったら強いですしね、左の上で取ったら盤上、これですね。左前に届きませんでした。いやそう簡単にやっぱり取らさないですよね、右の押っつけ朝乃山7勝目。この仮にこの左の前みつは取れたとしても朝乃山に得意の右を刺されてるわけですよ、そうするというのは考えられないと思います、いう内容の良さですよね。この後の顔ぶれを見ても1つ2つ頭出ているというふうにね、中村親方も冒頭話していらっしゃいました。3つ4つぐらいです。3つ4つ相当出てますね。相当出てますね。3つ4つはもうほぼ優勝堅いんじゃないかというぐらい堅いと思います、さあ大栄翔は3勝6敗で今日10日目、昨日熱海富士に押し出しで敗れました。大栄翔現在前頭4枚目、美ノ海戦6対1で美ノ海がこの取り組み、この対戦はリードしています。大栄翔は美ノ海を苦手としていますが激しい展開、押し返す。勝ったのは大栄翔でした。苦手美ノ海を破っています。目に指入ってますかね。左目相当腫れてるように見えますね。かなり赤く腫れているように見えました大栄翔の左目です。大丈夫でしょうかね。大栄翔は立ち合い立った後すぐ頭が当たってるかもしれないですね。頭ですか。立ち合い美ノ海の頭が左目に当たりましたかね。
乗る手突きでちょっと突っ張った後ですね。いやー相当痛そうです。負けたら倍痛いです。勝ってよかったですね。この攻防の中でこれがここですね。わあ、左目ほとんど見えない中戦っていたと。いやちょっと意識飛ぶんですよ。あ、そうですか。ちょっとだけ飛ぶの、一瞬飛ぶんですよ。で大栄翔左四つ途中組みましたけど、あの瞬間多分一瞬分かってないと思います。まあ、ボクシングだとバッティングで止められますからね。大相撲は止められることはありません。うわー、この左目腫れてますね。明日本人が言うともっとハマってないですね。ダメなんですか。あれこれ人が言うのはいいんですけど、自分が言うとはいはい、多分滑ってると思いますよ。なるほど。ハマってない。ハマってないですね。吉風的にはハマってないんですね。はい。四山本ハマってないですね。ハマってない。はい。すいません。さあ吉野富士はここまで6勝3敗、昨日王鵬を寄り切りで破っています。先場所は大の里も破って金星という吉野富士でした。いや大関候補ですよ。はい。あ、もっと横綱候補です。横綱候補。はい。先場所は7勝で残念ながら勝ち越すことはできませんでした。さあ一山本、吉野富士戦、下から当たっていた一山本、突き押していく、中に入りたいか吉野富士、激しい突き、しかし吉野富士が前に出る、もう一度土俵中央、激しい攻防をはたいた、左を差した土俵際、吉野富士が寄り切りました。激しい展開でした。強いですね。素晴らしい。いや顔も相当腫れているように、赤くなっているように見えます。偉そうにしてましたもんね、吉野富士は。ただやっぱ我慢して下からあてがって、一山本にこう疲れてもですね、はい、頭上げない。ここもあてがっていってますね。あとこれだけ中に入れずにこう突っ張られるとこう引きたくなるんですよね。でも引かないですよね。下からとにかく跳ね上げて、起こされても下から行くと。ここも最後ちょっと頭を押さえて引いてるんですけど、回り込んでるんですよね。まっすぐ引いてはいないんですよね。最後はもろ差しで寄り切りました。平戸海藤ノ川戦の後、隆の勝王鵬戦を挟んで若隆景熱海富士の一番が始まります。平戸海は先場所は7勝8敗でした。昨日は隆の勝戦はたき込みで敗れています。藤ノ川は昨日一山本戦、一山本に押し出しで藤ノ川は敗れました。2対0で藤ノ川が2連勝中。平戸海初めて藤ノ川を凌駕することができるでしょうか。声を出しながら当たった。左に動いた藤ノ川、ついていく平戸海、土俵際耐えられませんでした。藤ノ川勝っています。これで平戸海に対して3連勝、3戦全勝。立ち合い1回待ったしましたよ、あそこで決まってたかもしれない。そうですか。分は藤ノ川にありましたか。この腕相撲でよく決めるっていうことをやるじゃないですか。これ最初藤ノ川は先に手つきたいんですよ。で1回目は平戸海が両拳を置いて待ってたんですよ。でそれを藤ノ川嫌がって待ったしたじゃないですか。あれを平戸海は待ったしなくていいんですよ。待っとけばいいんですよ。いやもうお前手をつけと。でそれをやっぱ正直にこう受けてやり直した。でも次の今日取れば中村君は4勝6敗ですからね、はい、あと5日間で勝ち越しも可能性は見えてくるという形になりますから、今日敗れると、3勝7敗になります。さあ待ったなし、王鵬隆の勝戦。ほぼ五分で迎える両者の激突です。手をついて始まった。左を差した隆の勝。王鵬が
勝ちました隆の勝、敗れています王鵬。勝って4勝6敗、可能性を残してあと5日間挑みます。今の押し引きは王鵬うまかったでしょうか。そうです、はい、隆の勝は出足がちょっとなかったですよね、で右四つなんでこう右差したいんですよ。左差した後、右がこの差させないこの王鵬の左からのこの押っつけですよね、はい、で起こしておいてタイミングよくはたくっていう、やっぱり土俵の、攻めてる位置ですよね、こうやって刺されても左から押っつけて出ていって、さあ好取組です。この後は琴勝峰、豪ノ山、若元春は琴櫻と、霧島は正代と、あと4番になりました。いつも通りの表情に見えます熱海富士。緊張しますね。力入りますね。はい、さあ待ったなし、若隆景熱海富士戦、注目の取り組みが始まります。先に腰を下ろしたのは若隆景、続いて熱海富士。おっと、間合いが合いません。一礼した熱海富士。大観衆が見つめる視線の先には両雄、若隆景と熱海富士。小結か、それとも関脇か。さあ始まった。強く当たった若隆景、前みつを取った左前。肘で押していくような形で熱海富士。寄る。さあ戻したか。左の回しは取っています。投げに行きましたが熱海富士、若隆景耐えた。寄る。逆転。土俵際寄り切りました。熱海富士を超えてみせました若隆景。2敗を守って明日11日目を迎える形になりました。勝ち越し。熱海富士を破っての勝ち越し。さあまずはこの一番の感想を親方いただけますか。いや熱海富士立ち合いはいかがでしたか。いやこの左の前みつ狙ってたんで取れたんですよね。はい。でこの右を刺させないうまい攻めしてたんですけど、熱海富士もこの後ですね、こう左から振って右巻き替えてくるんですよ。これめちゃくちゃうまかったんですよ。この後出ていきたかったですよね。前に投げに行きましたけれども、前に出たかったんですか。そうですね。ただ左から振って右巻き替えた時の若隆景の右の下手の使い方もうまかったんで、出て、最後はもろ差しになって、体を入れ替えて寄り切って若隆景2敗をキープ。これはもうこの2人のこの攻防にちょっと技能賞ですね。今後も楽しみな対戦ですね。その傷は気持ちの証拠だというふうにね話してらっしゃいました。さあ勝敗の行方、豪ノ山琴勝峰戦ですが、親方どのあたりポイントでしょうか。分かりません。いや分かりませんじゃ分かったですね。いや豪ノ山はもちろん出足生かして前攻めたいし、琴勝峰も出足をなんとか止めて組み止めたいですけどね。とはいえ琴勝峰がどんどん前に出ていく相撲増えたんで、立ち合いの出足注目です。さあ豪ノ山琴勝峰3対3、五分で迎える7回目の勝負。7勝2敗豪ノ山、6勝3敗琴勝峰。さあ勝負、出足の速い豪ノ山、前に出る。豪ノ山うまく左に回った。もうちょっと土俵中央張った、突いて押していくという琴勝峰ですが崩れた。軍配は豪ノ山。
豪ノ山も2敗を守りきりました。琴勝峰敗れて6勝4敗。豪ノ山は勝ち越しを決めています。勝ち越し。先ほどの攻防はどう目に映りましたでしょうか。立ち合いはですね、豪ノ山根は右四つなんですね。豪ノ山の右差しというよりも自分が左をかましながら差すっていう。左手でこう出足止めたかなと思ったんですけど、豪ノ山うまく右手使ってこの振りほどく、はい、このいなしにも2度も3度も泳ぐんですけど、やっぱ好調なのか相手を正面に置いて体をこういい塩梅で前傾して、最後ここでよく残ってますね。残りましたね。残ってますね。軍配豪ノ山に上がって豪ノ山も2敗をキープ。この後のこの左刺されてもこうやって右の喉輪で振りほどくんですよね。で押し込んでいって最初左からいなさい。この最後のこのルーティンありますよね。こうやって塩を取った後にこう付き人をこれ見る仕草ですよね。こうですよね。そうですね。目が合いました。なんかあんまりこうやって血圧上げなくてもいいんじゃないかなと思って。あんまり冷静に入った方がいいですけど。はい。なんか性格もそういう感じがないんですよね。こう本当に落ち着いたポーカーフェイスな感じなので、相撲もなんか血圧を上げずにこう穏やかにいった方がなんか力出る気はするんですよね。さあ若元春、琴櫻戦胸から当たった。左を差して寄っていきました。琴櫻が上回りました。若元春敗れました。琴櫻勝って3勝7敗。負け越すわけにはいきません。一方若元春は敗れて2勝8敗。負け越しが決まった10日目でした。琴櫻の形でしたかね。はい、琴櫻以上に若元春が良くなかったですね。そうですか。はい、体の大きさとかそういうのを生かせる、相手でしたね、琴櫻は。やっぱりこの立ち合いから攻め込んでいくっていう相撲ではないんですよ。当たった後少し右に動いて左を差して圧力で圧倒したわけじゃないんですよ。はい。だからなんかやっぱ今後優勝と呼びながら左を差す。どっちかの前密を取りに行くと思うんですよね。前回し取りますか。はい。正代も取りに行く可能性がある。いや正代はもう立ち合い1個なんで胸を出して右を差しながら左から押っつけていくっていう立ち合いしかしないんで、霧島得意の左の回しを引くっていうのが、狙いな気がしますけどね。なるほど。はい。1敗を守って明日からの終盤戦へと入っていけるでしょうか。8勝1敗の東の大関霧島です。正代は大関経験者、現在前頭5枚目ではありますが、両者ともに足元を固めました。一敗を守るか霧島。正代との勝負。土がついた。霧島敗れてなんと2敗。1敗力士がいなくなりました。10日目。すっと霧島は崩れて両手を崩れ落ちる形になりました。正代が霧島を破っています。さあこれでっていうしかないですね。これだけ霧島を持ち上げといてなんか攻めが中途半端でしたね。回しを取るでもなく差すでもなく、
右の回し取れず、最後はたき込みでしょうか。立ち合いはいかがでした？いや悪くないと思うんですけどね、ただ刺すでもなく押っつけるでもなく回しを取るでもなく、なんかただ当たってっていうように見えましたけどね、何が狙いだったんですかね。いやどうでしょうか。これでいっぱい力士が中村からいなくなりました。はい、将来のおかげで面白くなりましたね。10日目で8勝2敗が6人、関脇吉風こと中村親方とともにお送りしてきました。10日目すべての取り組みが終了しました。親方、最後結びの一番で霧島敗れて、これでいっぱい力士がいなくなりました。そうですね、波乱でしたね。波乱でしたね。予想しなかったですね。これで2敗力士が6人で終盤戦、あと5日間を迎えることになりましたね。はい、まだまだわからない状況にこれでなりました。さあ、今日の取り組みでしたけれども、本日の幕内の結果振り返っていきましょう。